皆さん、こんにちは。7L4WVU です。この動画チャンネルは、アマチュア無線の自作の楽しみを広める目的で、初心者向けの高周波回路の実験、無線の製作やものづくりのアイデアなどについて紹介しています。今回の動画は、飛行機会社のバーゲンセールで購入した格安チケットを使って、レンタカーで熊本と鹿児島のポタをしながら、観光もするというツアーです。無線だけでなく、美しい景色なども楽しめるルートを厳選しました。このルートは、かなり時間に余裕がありますので、途中で熊本城、有明海、渦潮なども観光してきました。これから、無線を楽しみながら旅行される方の参考になれば嬉しいです。また、気になるのは無線の電波です。熊本と東京間は、距離にして 1000km 弱となり、日中の電波は主力の 7MHz では遠すぎて難しくなります。また、4月はまだ本格的なスポシーズンではありませんので、ハイバンドも期待できません。そのため、早朝と夕方は 7MHz、日中は10から 18MHz くらいが主体となります。その中でいつも使っている長さ2メートルのロッドアンテナと 5W 出力でどのくらい更新できるか心配でした。昨年末に移動した宮崎は日中の 7MHz も非常によく飛んでくれたのですが、九州の裏側からどうなるかと心配しておりました。今回回ったポタ公園です。赤色が初日、紺色が2日目となります。スライドに記載された公園番号の前の数字の順番で移動しました。初日に空港近くから熊本市内の公園を回り、そこから海沿いに鹿児島へ向かい、天草諸島の雲仙天草国立公園まで行って、そこから空港近くまで戻って、レンタカー返却時間ギリギリまで運用する計画でした。阿蘇山は前に行ったことがあるので、最後の阿蘇、九十国立公園は空港に近いところで景色の良いところから運用しました。熊本空港でレンタカーを借りて、車で5分のところにある最初の公園です。無線のセットアップは写真のようになっています。今回のラジアル線は、ここに書いてあるような長さで車の周りに這わしておけば、簡単に SWR を下げることができました。運用開始が10時半になっていたので 7MHz は厳しいと思ったのですが、この車でのアンテナ調整を兼ねて最初は7メガからスタート。FT8 画面は数曲しか見えておらず、静かで関西中心に4曲更新したところで呼ばれなくなったので、10メガへ QSY しました。10メガは関東くらいまで飛んでいてたくさん呼ばれたので、今回は 30M 中心の運用となりました。ポタとは関係ないのですが、熊本市の中心部に向かうので、ちょうど9年前の2016年4月16日に起きた熊本地震で大きな被害を受けた熊本城へ行ってみました。熊本城は加藤清正が築城したもので、姫路城、名古屋城と並ぶ日本三名城の一つとも言われています。熊本城へは震災の翌年に行ったのですが、その時は天守閣が鉄骨の上に乗せられていたのでショックを受けたものです。今回はしっかりと天守が戻された形の美しい姿を見ることができました。完全に修復されるまではまだかなりかかるようですが、石垣などかなり修復されていて少し安心しました。宇土半島に入り、ミスミオーヤの海辺県立自然公園です。有明海に面した海外線の広いエリアがポタの対象になっていますが、Google マップで観光地で検索すると、ここが出てきました。ここは日本の渚百選に選ばれた海岸ということです。有明海は干満の差が激しく、干潮時に現れる砂干潟は波と風によって美しい景観を作り出します。写真のように、ちょうど干潮時だったので、海床路が現れ、遠くまで歩いて行けました。風も強く、ポタ運用を始めるときに 3D プリンターで作ったアンテナ機台が壊れてしまったので、
写真のように手で持って運用しました。風も強くて大変な運用となりましたが、10MHz の電波は良く、短時間でアクティベーションすることができたので助かりました。途中で八代市内のダイソーによってドリルの刃と結束バンドを購入。ドリルの刃を手で回して穴を開け、結束バンドでなんとか固定することができました。移動運用の時に不具合が起こっても考えてみると、なんとかなることもあると思います。こういう時に日本全国にあるダイソーは心強い味方ですね。この日、最後の運用では、夕方になって10メガはコンディションが良かったようでした。こんなしょぼいアンテナと 5W でも、PSK リポートを見ると地球の裏側まで飛んでいたので、びっくりします。この日は、八代市内に泊まる予定だったので、電池がなくなるまで運用して、綺麗な夕日も眺めることができました。2日目も快晴。最初は、芦北海岸で、景色が良さそうな、小立岬展望タワーで運用しました。景色が最高で、八代海、天草諸島が一望できました。動画もご覧ください。雲仙普賢岳も遠くに見ることができました。鹿児島に入り、天草の手前の長島まで行きました。この辺りの地図を見ると、古墳がたくさん出てきます。その一つの明神古墳群でポタ運用をしました。古墳は6から7世紀のもので昔からこの島にも多くの人が住んでいたようです。長島と本土を結ぶ黒の瀬と海峡に架かる橋の近くで運用しました。運用地は写真で橋を渡った右側の海岸になります。ここは東側が山が壁のようになっており、本土方向のロケーションが最悪でしたが、なんとかアクティベーションできました。この海峡はかなりの速度で流れており、渦潮発生時間ではなかったのですが、見に行ったところ小さい渦は確認できました。動画で撮影できたのでご覧ください。最後に熊本空港に戻り、レンタカー返却の時間まで阿蘇立のダム展望台に移動。最後は海外局向けに 18MHz も運用してみました。南米やヨーロッパまで飛んでいたようですが、アジア、オセアニアの数局と交信できただけで終わりました。ここからは阿蘇山も見ることができ、ダムとクラシックな鉄橋も良い感じです。南阿蘇鉄道は汽車の本数は少ないのですが、時刻表を調べて待ち受けたところ、動画で撮影することができましたので、ご覧ください。
今回のポタ運用のまとめです。運用は自作の 5W のトランシーバーと長さ2メートルの短縮ロッドアンテナでしたが、順調に更新できました。電源は 48Wh のモバイルバッテリーのみでしたが、QRP のためフル充電で丸1日運用することができました。コンディションは日中の7メガは関東まで電波が届かず良くなかったのですが、10メガはよくオープンしていて、アクティベーションにかかる時間も30分以内と良好でした。最後に、熊本空港がきれいになっていて驚きました。手荷物検査は、羽田と同じで荷物をカバンから出す必要もないので、スムーズに通過できました。お土産物店や飲食店は、搭乗フロアにあり、チェックイン後にゆっくりできます。今回の移動は、アンテナ機台が壊れたりしましたが、天気も良く、更新も順調で、締めの熊本ラーメンとビールが美味しかったです。それでは動画のご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは、自分が制作した作品の他に、アマチュア無線に役立つ情報も配信しています。よろしければ、高評価やチャンネル登録をしていただくと嬉しいです。それでは、次の動画でお会いしましょう。